dedicated game channel by Kotaneta.みんな楽しくバトルやってる？さて今回はおちょこちのアビリティについての確認と新武器の実装後ダメージの再確認、そしておちょこちの突理最強説バトル、それをご視聴いただきながら噂の軽兵器6スロットが次回のアプデにより実装された場合に危惧していること、そんなクリップです。さてアビリティスタンピードによって弾き出される距離どうだった？まあ普通に体当たりするとどんなものかってね。このクリップのラストにはバトルでのスタンピードの最高飛距離も確認できるからお楽しみに。次にアビリティダメージ、これはなかなか威力ぶっ壊れレベルだね。もうこうならやっちまえって感じだね。そしてお次は新武器のダメージ確認。スペック的にはテストサーバーと比較するとざっくり 0.5% くらいダメージアップしてるみたいだね。ほんと微妙に上げてくるね。そしてアビリティのスローダウンについてはファーストショットで効果発揮するね。ダメージ確認後にほぼ変わらずとは思うけど比較データを見てみましょう。さあどうかな？実装後のダメージは今回はすべてマーク2、テストではマーク3なんで、この時点でもうすでにテストレベルを上回ってるね。再確認となるけど、この軽武器でのステータス、もはやこれ一択ってことになるよね。そう、軽武器だけはダントツの設定としてあるぞ。ここがこの後の話題のポイントだね。それじゃラストクリップはおちょこち突理チャレンジ最強説。これまではファルコン最強説だったけど、まあリーバー登場でその防御力を無視されることも結構多くなってきて、以前のような展開ができないことも出てきたね。そうなるとこのおちょこちはアビリティ発動してないタイミングが難しいとこだけど、発動中はいくらリーパーから被弾してもそれをドット効果に変換させるから一気に耐久値を削られることはないよね。なのでピーキーな部分のカバーさえできれば気兼ねなく突れるよね。これはかなりセレブな優位性って感じだね。セレブじゃないけど。そしてこの装備について4スロットすべてをハープン系としました。もう突ることだけに集中したコンビネーションだね。モジュールはリペア2つで回復力を高め、ドローンはシャイ。これでラストスタンドを得られ、最後の粘りの効果を期待しました。もちろんハープン系のイージスシールドにも若干のダメージ低減効果を期待します。パイロットスキルではぶっ壊れレベルのアビリティダメージをさらに向上させました。まあこれだと敵地へ直行せずとも途中のビーコンを染め上げてからの敵地突撃でも十分余裕だね。そんなわけでおちょこちはマーク2レベルだけど十分な耐久性が発揮されるね。これマーク3だとこんな感じになるから実質 20% の防御率を得られるってことになるのかな。これじゃやっぱりマーク3のコストをかけるよね。札束攻撃って感じだね。もちろん利益リバランス、ガチなリバランスどうなるのかわからないけど、このハープン系の弱体化次第でこのコンビネーションも変わるかもしれないね。それじゃ最後の話題、今日のテストサーバーで確認し明日そのダメージ検証をやるけど、ついに6スロットの登場だってさ。あはは、こりゃもうぶっ壊れアルティメットだね。それでね、おそらく次回実装されるだろう6スロットのロボットが今後にどう影響するのか、そんなお話。単純内力は軽武器なんで
おそらく普通だとタイフォンやリージの中武器、4スロットと同程度と予想できるよね。ここまではロボットのアビリティがぶっ壊れてなきゃ今あるロボットと同じ威力ってことになるんだけど、要注意は2つあると思う。まず今回の新武器。なるほど。軽武器だけが異様なほど威力高いよね。これまでのシリーズだとそれなりのダメージ差がタイプ別にあったけど、今回は特に軽武器だけが威力下げられず、中武器との差もほとんどなくってステータスは最強だったよね。これだね。なので6ロボットに装備する武器って新発売以外を装備してもまあお強いねって感じのレベルだけど、今回の新発売以降の軽武器、これを装備するとまあなんてことでしょう。劇的に違いますね。そうなるんじゃない？そして2つ目は、そうなら利益は武器タイプなんかは関係なくスロット数で決まる。当然中武器6スロット、重武器5スロットで、その次に軽武器8スロットなんてヒートアップしていくよね。ここに問題があって、どんどんセレブとの格差、そして追随する庶民派のコストも増大していく。で結局利益リバランスで超絶な悪を受ける。そんなオチになるんだろうね。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。